こんにちは。りょうなです。今日はね、一般の格好してますけど、山登りをしていました。で今私がいるのが、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、ニュート温泉のガニバ温泉っていう宿さんの前です。で今回は秋山登山、連休に秋田に来てるんですけど、今日はこちらにお泊まりします。でここはですね、総称ニュート温泉郷って言うんですけど、私が最も回数訪れたことがある温泉地ではあります。でね、なんか一番好きな山はとか、一番はとかってよく聞かれますけど、普段でしたら私返信には困ります。返答にはね、困るんですが、唯一1位選べるのは温泉地であって、でこのニュート温泉という場所が私が一番好きな温泉です。でね、ほぼ毎年来てていろんな宿さんに泊まったことあるんですけど、このガニバさんに関しては何度も日帰りではお世話にはなってますけど、お泊まりするのが今回が初めて。そして季節としては私冬に来ること多かったんだけども、今回は秋も初めてではありませんが、こう涼しい季節になってだいぶ気持ちいい感じになってきたので、今日はちょっと秋を楽しむということでガニバさんにお泊まりします。でニュートン泉郷は宿さんが合計でと8軒あるんですが、私はその大半に泊まったことがあります。大の湯さんとか、あとは鶴の湯とかですね。多分最も人気のある2つで言うと。で、ニュート温泉自体はもともと秘湯なんですけど、秘湯の中ではすごい人気があって、予約は非常に取りづらくて、私もかなり予約取るのに苦戦はしたんですけど、今回取れました。で、この動画はゆるふわではあるんですけど、食事だったりとかお風呂とか、私のステイを軽く紹介できればと思います。ニュート温泉は何度も来てるので、ちょっと過去の素材も少し挿入するかもしれません。はい。で、もう一つだ。そうだ。今回私が、秋田駒ヶ岳という山と乳頭山っていう2つの山に登ってからお泊まりするってことになります。でこの場所自体は何度も来たのに、それは山登りじゃなくて本当に宿泊できてたので、今回登ってなんか新たな乳頭温泉、新たな秋田県も知りました。はい。なのでこの動画でちょっと登山の様子もお届けできればと思います。では、日本一美しい温泉紹介します。そうだ、もう一個大事なこと言い忘れた。ここは宿は、8軒で、そのうち2つは、同じ鶴の湯さんの本館とちょっと別館、というのがありますね。で、合計いつも7つというふうには言われてるんだけど、それぞれ温泉の質が違って、で、それぞれ日帰り入浴ができます。で、それぞれめちゃくちゃ良くて、で、ここには湯巡り5っていうバスがあります。鶴の湯だけ少しここから離れて徒歩圏内ではちょっとないんですけど、それ以外の6個は同じ通り沿いにあるので、徒歩圏内になります。はい。で、その鶴の湯までの移動が大変なので、湯巡り5っていうバスが走って、そのバス代と、日帰り入浴代を、なんか合計いくらだったかな。それを支払うと全部1回ずつ入ることができて、スタンプをしてもらいます。私も何度もそれやったことがあって、はい。で、もう一つ、この温泉は冬がすっごいんです。はい。一部の宿は冬は最近営業してないんだけども、でも大半はやってて、真冬に来ることもお勧めします。真冬の景色も本当にすごいから。はい。ちょっと情熱たっぷり溜まったオープニングにはなったんだけど、ちょっといろいろと紹介していきます。はい。というわけで、私の部屋紹介します。はい。使えるんですけど、お菓子ありますよね。布団も敷いてあって、こんな感じのお部屋です。ものすごい広いというわけでもないけど、狭くもありません。浴衣もあります。あとはね、こっち側ですと、じゃじゃん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 。こういうね、タオルも使ってるけど、こういうスペースがあります。はい、私がちゃんといますよ。髪の毛結構最近伸びてね。こんな長いんだよね。はい。こんな感じのお部屋です。では早速お風呂に行ってこようかな。
さっき私が行ってきたのは木のお風呂なんですけど、お風呂の数が本当に多いんですよ。次行ってこようと思うのはこちらの岩風呂ですね。どんな感じだったかな？昔入ったことありますけど。では入ります。じゃじゃーん。岩風呂はこんな感じです。こじんまりとしてます。で、今日は入らないで、この後ですね、女性専用の露天風呂の方に行ってみたいと思います。ここからもう少し移動します。こちらですね。たった1時間だけ男性が入れる時間もあります。19時半からですね、男性専用という時間もあります。というわけで夕食の時間になりました。いぶりがっこ。温泉旅館の夕食っていつも豪華ですよね。きりたんぽー。ルナの森だって。いい香りする。さてと、いろいろとありすぎて何から食べるべきだ。何かを食べる。うどからいく。うど。できました。ちょっと長すぎた。おいしい。これは何だろう。これなんか野菜だけどめちゃくちゃ美味しい。ビールとよく合う。この魚はどうやってやるのかしら。イワナなんだってね。よいしょ。あったお魚あった。発見。葉っぱがついてるが、美味しそう。魚ちゃんはですね、葉っぱを開けてみると意外とちっちゃかったんですけど、めっちゃ美味しかったですよ。きりたんぽ大好き。あと舞茸入ってるね。ただレンゲではなかなか取れない。いただきます。お皿熱っ。最後はですね、ご飯とお吸い物が来ました。
します。はい。お味噌汁と生卵とカニ新庄にカニのあんかけをかけてます。はい、ありがとうございます。お好みでお醤油かけてお召し上がりください。でこの魚は、ヤマメの干物ですね。ヤマメ。はい、川魚のヤマメです。このまま食べれますが、網の上で少し炙って温めてお召し上がりください。はい、失礼します。ごゆっくりどうぞ。何から食べようかな。何から食べようかな。そう、魚やらないと。これはヤマメの干物って言ったかな。で、炙るらしい。卵を。で、今度は、今度はこれで、これでちょっとそのまま卵に私は入れちゃうので、で、かける。少し残して、であとはこれもうどんにする。納豆なんだけど、これははい、というわけでですね、そろそろ帰る時間になりましたけれども、ニュート温泉は今年も素晴らしかったです。私は本当は初めて行ってから毎年来てました。でなんだかんだここ数年はあんまりにも忙しくて来れなかったんですけど、今年こそやっぱり来ないとって思って、思い切って予約して今回ね3連休に来たんですけど、今回はねガニバさんお世話になりました。で宿が合計8軒あるんですけど、そのうち私は 4,5 軒は泊まってます。はい、でみんなそれぞれ特徴があって、お湯の質もそれぞれ違って、でも変わりはないのは全てが素晴らしい。はい、どの宿に泊まろうと素敵な経験になるんじゃないかなと思います。でこれはねよく言うんですけど、一番好きな何々は何って聞かれるのは私はすごい苦手で、だって好きな場所いっぱいあるんだものって思うからなんですけど、もうなんだかんだ温泉地はやっぱりはい、ニュート温泉は私が一番好きな温泉です。で今回はしかもこの真上にあるニュート山烏帽子岳って山なんですが、そこにも登って新たなニュート温泉を発見したというか、いつも泊まってるこの温泉の真上にこんな景色もあったとはっていうことにもびっくりして、また今度もねその山には上がりたいなと思います。皆さんにもぜひおすすめしたいです。そんなところかな。で私は今日は東京までの運転が待っています。全部行ったかな。はい、ご飯も美味しかったし。では今日ここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんもぜひニュート温泉に来てください。秋も冬も最高ですよ。ではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバイ、またね。